ハロー、こんにちは。僕はアボハットと言います。僕がこの動画で ABO 血液型についてのレクチャーをナビゲートします。どうぞよろしくお願いします。この動画はこのシリーズの第1回目だよ。早速始めますね。血液型って何だろう？皆さんは血液型というのを聞いたことがありますね。よく知られているのは、怪我や病気で手術をするときの輸血に必要な ABO システムのことですね。ただし、血液型といっても、実際には何種類ものグループがありますよ。P システムとか、MN システムとか、RH システムなんかは聞いたことがあるかもしれないですね。そしてこれらの血液型物質は、タンパク質でできているものと糖でできているものの2種類があります。血液型物質の大きな役割の一つは、免疫システムの一部を担っているっていうことです。体の中に異物などが入ってきたときに、それを認識する働きです。このレクチャーでお伝えしていくのは、世界中の人が一番よく知っている ABO 血液型についてです。ABO 血液型システムは人類が誕生した時からあるとも言われているとても古い血液型です。ABO 血液型は世界中の誰にとっても縁の深い血液型っていうことですね。僕たちは ABO 血液型と人間の関係についてすでに50年以上前からいろいろな角度で調査や研究をしてきました。もちろんまだわからないことがいっぱいあるけど、それぞれのタイプの体質や思考の方向性など、とても興味深い現象をたくさん観察してきました。だから僕は世界中の人たちにこの研究について紹介していきたいと思っているんだ。第1回目の今回は基本的な5つのポイントをお話ししますね。ABO 血液型は全身に分布している。ABO 血液型は DNA に書かれた遺伝子。ABO 血液型は3つの遺伝子によって決まる。ABO 血液型は細胞の表面に存在する糖鎖。ABO 血液型は細胞のアンテナ。血液型という名前がついていると、血液の型のことかなって思ってしまうけど、ABO 血液型は血液の中だけでなく全身に分布していますよ。なのに、血液型という名前がついてしまったのはなぜなのかな？まず、血液型が発見されたのは1900年。オーストリアのカール・ラントシュタイナーという病理学者が発見したのですが、たまたまそれが血液を調べている時だったので、早合点して血液型という名前で発表しちゃったそうです。その後すぐにこの物質が血液中だけではなくて全身に分布しているっていうことが分かりました。だからもし名前をつけるなら全身型というのが正しかったんだよね。だけどこの発見はとてもビッグニュースだったから、すでに血液型という名前が世界中に広まってしまったんだ。でも当時はこの発見による最も大きな恩恵は輸血ができるようになったことですね。だから
輸血の概念を広めるためには血液型という名前で良かったのかもしれないですね。この発見は人間の遺伝子に関する人類最初の発見だったと言われています。この発見でラントシュタイナー博士はノーベル賞を受賞しましたね。先ほども言ったように ABO 血液型というのは人間の体の全身に分布しています。赤血球にはもちろんだけど胃では 100% と言われています。例えば A 型の人なら胃のどこを取り出しても A 型物質が存在しているっていうことで、つまり A 型の胃は粘膜も胃液も A 型物質で満たされているっていうことなのです。それから脳について言うと、脳には血液脳関門というのがあって、血液型物質は脳内には入っていけないと言われているけど、消化体においては違います。消化体というのは脳内でホルモンなどの自律神経の働きを制御するところですね。ここでは血液が盛んに流れていて、血液型物質もたくさん存在しています。ABO 血液型を生化学では ABO 遺伝子と言います。DNA に書かれている遺伝情報ですね。遺伝子とは、つまり人間の体のテンプレートです。人間を含めた生物はみんな土台になるひな型を持っていますね。親から子へ、子孫から子孫へと何代にもわたって受け継がれているものです。人間について言えば、まず人間として共通するテンプレートがあります。もちろん人間一人一人はとてもユニークな存在なので、全く同じというわけではありません。だけどその違いは遺伝子の 5% ほどだと言われています。それからあるグループによる違いもありますね。例えば男性と女性の違いは Y 染色体とX 染色体という2種類のグループに分けられる共通遺伝子です。ABO 血液型の場合は、表現型としては O 型、A 型、B 型、AB 型という4種類のグループだけど、遺伝子で見たときには O 遺伝子、A 遺伝子、B 遺伝子という3つのグループに分類されます。ABO 遺伝子についてもう少し詳しく見てみますね。まず ABO 遺伝子には土台になっている H 遺伝子というのがあります。これは19番目の染色体に位置しています。そして ABO 遺伝子は9番目の染色体に位置しています。ABO 遺伝子はそれぞれ H 遺伝子に紐付けられています。それぞれの塩基配列には DNA を構成する A、T、G、C という文字が書かれています。O 遺伝子と A 遺伝子を見てください。この2つの遺伝子はとてもよく似た配列ですね。ところが O 遺伝子は途中でフレームシストを起こしています。そのため転移酵素が活性しなくなっていて、G 以降の遺伝子が働かなくなっています。だから O 遺伝子は土台の遺伝子、つまり H 遺伝子のままでいることになります。このフレームシストがいつ、どの時点でなぜ起こったのか、今のところ分かっていません。また A 型は
同じ A 遺伝子でも少し異なるタイプがあって、A1 や A2 という風に分類しています。欧米諸国では A2 タイプが 20% ほどいますが、日本などのアジア系では 1% 以下です。ここに紹介しているのは最も多い A1 タイプの配列となります。そして A 遺伝子と B 遺伝子を比べてみると、その塩基配列は全く異なっているのがわかりますね。では実際に ABO 血液型が人間の体でどんな働きをしているのか、その構造を見てみましょう。まず、土台になる H 型物質があります。そこに ABO 遺伝子の指令で生成されたそれぞれのアミノ酸物質がくっついています。塩基配列で説明したように O 型は H 物質の土台があるだけで何もついていません。そして A 型には N アセチル D ガラクトサミンというアミノ酸がついています。B 型にはガラクトースというアミノ酸がついています。AB 型はこの A 型物質と B 型物質の両方を持っています。それぞれたった一つのアミノ酸の違いが ABO 血液型の違いを決めているということですね。ABO 物質を顕微鏡で見ると、細胞の表面に毛が生えたように存在しています。それぞれの細胞内にあるタンパク質と結合しながら、外側にひょっこり顔を出しているような感じですね。こうした ABO 血液型のような物質を糖鎖と言います。これまで糖鎖については、あまり研究が進まなかったのですが、最近ようやくその働きが少しずつ分かってきました。始まったばかりの糖鎖研究ですが、現在次のように言われています。細胞表面の糖鎖は、他の細胞やウイルスなどと結合する部位として働いている。糖鎖はタンパクや脂質と結合して安定化させたり、組織を保護したり、細胞間の情報伝達に重要な役割を果たしている。その多くの機能はまだ解明されていないが、糖鎖には無限の可能性が秘められている。そして ABO 血液型の違いはたった一つのアミノ酸の違いなんだけど、それが細胞の性質に大きな違いをもたらすことがある。とも書かれていますよ。これらのことから僕は ABO 血液型についてこんな風に考えているんだ。そう、ABO 血液型は細胞のアンテナなんだ。ABO 血液型物質は全身に分布していて、体の中だけではなく、皮膚や髪の毛、耳や鼻、唾液にもあるよ。だから空気や光、音、匂い、味覚など外界のあらゆる情報をたくさん受け取っているはずなんだ。つまり ABO 血液型の違いはアンテナの違いだと言っていいんじゃないのかな。アンテナの性質が違うということは、それぞれのタイプによって見え方や感じ方にも違いがあると考えられるよね。今回のレクチャーは以上で終わります。次回もぜひ見に来てくださいね。